女子たちが自分の存在を忘れかけとった。はやもそうだよ。やばー。じゃあ1位の人は分かってくる。お前存在感薄いんやろ。やば。あやです。はいです。今日は昭和。入学新学期が始まってから1週間経ちました。多分ね、この動画が上がる頃は1週間じゃなくて2週間経ってると思います。はやは心機一転だよね。あやさんは慣れたところからの1週間になりますが、それぞれの感想を聞きたいと思います。じゃあどこから話そうかなと思うんですけど、入学式の日、はや雨でした。はい。はやさ、卒業式の日ってさ雨だったよね。あやさんが学校行った時は雨は降ってないよね。そう、あやさん帰ってきてからなんですよ、雨降ってきたの。てか帰ってる最中にポツポツ降ってたんだよね。じゃあクラスについてお聞きしましょう。クラスの先生の第一印象を聞きます。はや、すごい熱量がある。熱量がある、熱血の先生と。あやさんは？またかよ。あやさんは今年同じ先生です。でもね、若い先生がいいってずっと言ってたから、まあ若い先生ではあるよね。はやのクラスの前で待機してたら、その先生が来て、今年もお世話になりますみたいなこと言われて、あ、よろしくお願いしますとか言って、あ、今年もかとか言って思いながら挨拶してました。なのでもうご挨拶しときましたので安心しといてください、あやさん。はい、じゃあクラスのメンバーについて聞きましょう。はや、まだ1週間しか経ってないですけど、どんな感じですか、クラス。なんて言えばいいんやろ。小学校と比べて人数が多くなった。確かに何倍ぐらいなの？ 2 倍？いや、2倍は超えてる。2倍以上だよね。のクラスになったので、教室入った時の圧迫感がすごいよね。あやさん、クラスの友達とかどうですか？話せる子はいいけど特別仲いい子がいない。なんかね、すごく仲いい子と離れてしまったらしく、プラスあやさんは今年から変わりましたよね、クラス編成。去年より1クラス少なくなっております。学年の人数が減ったわけじゃなくって、1クラスあたりの人数が増えました。何人ぐらい増えた？去年からと7人。7人も増えてる。部屋圧迫されない？ 7 人も増えたら。そんなに感じがない？だって後ろの方やもん。あ、そっか。そうなの。あやさんの席はだいたい前の方だから、後ろの方が増えてもあまり感じないと。これね、不思議なことにあやさん、はや全く同じ席なんですよ、位置が。なのでママからしたら、あ、よかった、授業参観分かりやすいわって言って。さあ、あやさんはもう友達作りは大丈夫やんね。クラスに入って第一印象がもうすでに派閥が生まれてるって話を聞いたんですけど、3年生ってそんな感じなのかな。1年生はなんか派閥みたいなものはもうできてる。早いな。派閥っていうか、多分ね、小学校のこうくくりで固まってるのかなっていう。いや、女子たちはそうなんだけど、男子はもうほとんど全部集まってる。集まってる。じゃあはや、お友達はできましたか？できました、多分。あやさん、はやがさ、友達できたって帰ってきた日覚えてます？ママたちあること言いましたよね。お友達できたんだ。で、お友達の名前はって聞いたら、はやはやめて、この顔なんですよ。どういう名前だったっけって友達じゃないのすごい大受けしてました。小学校と違った名字の子がすごいいっぱいいるからね。覚えにくい。はや自分から話しかけたんですか？いや、男子3人で話しとったんで。同じ小学校の子で話してました。そしたら新しい子に声かけられたんだけど、内容が YouTube やってるって聞かれたら、友達の2人がやっとるこの人12万人の人やよってはい、友達作りのきっかけは、隣の席だったっていうプラス YouTube やってるっていう声かけでした。で、はやからは、僕 YouTube で動画上げてるんだってことは今までもね、一切言ってないんですよ。周りの子がね、全部この子はあやはやチャンネルっていうチャンネルで動画上げてるんだよってことを言ってくれる子たちなんだよね。なのでそこから友達の輪が広がったって感じです。ただね、動画と学校は違うのでね、いろいろトラブルに巻き込まれるので、はやには自分からは言わないことっていうのと、あとお友達にはあまり極力言ってほしくないなみたいなことは言ってやります。友達も言うんですけど、 YouTube やってるって言うんですけど、は
はやの本当の返答はやってないよ。 YouTuber やってません。正しくは YouTube で動画を上げているクリエイターです。で YouTuber ですかって聞かれたら違います。いろいろ定義はあると思うんですけど、私たちあやはやチャンネルが思ってるのは YouTube だけで生計が立てられる、生活できる人は YouTuber だと思っています。我が家は立てられないのでただのクリエイターですっていうことをアピールするために、聞かれたらそうやって言ってねと言ってるんですけど、まあそれを使う機会はほぼほぼなくって、友達が「こいつ YouTube で動画上げてるんだよ」とか言ってくれます。その点あやさんの時はどうでした？あまり関わらそうな子に聞かれたらなんかやってないって答えて、で関わっとる友達に聞かれたら言うけど話さんといてねっては言う。なのであやさんの友達の周りは誰もあやさんに「あやはやチャンネルで動画上げてるんだよね」っていうジャストで聞く子はほぼいません。1年生の時はいたんだよね。先生はいた。で2年生もちょっと後半が怪しかったけど、私の圧によって声かけてくる。なんなら仲良しじゃない子は気づいたっぽかったね、声かけてこなかった。動画を上げることが嫌っていうわけじゃなくって学校生活は別なんだよね。なのであやさんはクールに生活を決めてるらしいので、今後聞かれた時はさらっと流してあげてください。その点子供の世界は意外に知らないだけでいたんだよね。 YouTube に動画を上げてる人って、いた。入学早々はや困ったことがあったそうです。あ、ヘルメット。はい、ヘルメット。あやさんヘルメット困りました？特に困らないよね。全く同じデザインのものをはやはもらって帰ってきました。ただ一つ違うことが、頭がはまらないんです。すごいことになんだろう、イギリスの兵とかがつけそうな帽子みたいになってる。上にちょこんと乗った形になってかぶれない、ヘルメットに意味をなさない、無理やりかぶると側頭部が痛いって言ってたので、学校の先生に慌てて手紙を書きまして、すいません、うちの子頭がでかいのか頭の形がいびつなのかヘルメットがかぶれないようなんです、もう一サイズ大きいのありますかっていう手紙を書きました。学校の先生一応ありますけどかなりでかいですけどいいですかって言って、次の日にヘルメットを持ってって交換してもらいました。はやどうかぶって？なんだろう、スポじゃああやさんかぶったら目まで埋まるそう、普通の子がかぶったら目が見えない状況に陥るんですけど、はやだとジャストサイズよりかちょっと緩いかなっていういい感じのヘルメットらしいです。意外にサイズあるんだね。さあじゃあ面白行動に行きたいと思います。はい。これがあったのはつい木曜日か水曜日ぐらいのことなんですが、その時に音楽の授業だったんですよ。で、普通なら音楽教室まで行くんですが、小学校の癖がよくわからないですが、みんな並んじゃってなかなか全員出発しなくて、先生にもう急いでって言われました。あやはやの地域の小学校って特殊なのか、それとも今の小学校がそうなのかわかんないんですけど、移動教室の際は廊下に出席番号順に一列に並んでみんな揃ったら教室に移動します。はい、なのでその癖を覚えていた新1年生どうなったかというと、それぞれが音楽室に行かないといけないのになぜか廊下に一列に並び始め、みんなが揃わないからずっと待ってて、で修行の1分前に担任の先生が慌てて走って教室前に来て「君たち何やってんの、早く音楽室に行かないと」って言われて、で横でも真正面見たら子供たち一列に並んですよ、綺麗に。でもう走ってでもいいからって言って慌てて走って行ったっていう話ですね。音楽の先生から多分連絡がいたんだと思います。お宅のクラスの子一人もうちの教室来ないんですけどって言って、学校の電話で職員室に連絡がいて、職員室から先生が慌てて飛んできたっていう話です。可愛いよね、なんかペンギンみたいだよね。こう一列に並んで待ってんの、おとなしく。周りの教室の先生もさ、生徒も何も言わないんだよね、多分ね。あやさんの時あったんですか、そういうの？ないよ。それを聞いて、はやの学年は純粋なのかなって、あれみんな並べみたいなことに並んだの？いや違う、なんかみんなが自然に並び始めたからなるほどって感じ。ということはよく考えてみると、はやの住んでいる町はみんなそういうことをして移動教室してたってことなんですよ。いや変だと思ったのよ。言えなかったよね。なんで言わへんの？いや言ったらもう一つやん。
多分よそのクラスの子ドン引きしてたの。何やあの1年生めっちゃ走っとるってあの隣のクラス何やっとんのとか言って多分思ってたと思うんですけど、まあ、こういう理由があったと、はい、という楽しい中学校生活を送り始めたらしいです。他になんか楽しいことだった？うちの先生さ、うちをメモ帳代わりに使うねんって帰りの会前にこれ覚えといて、これ帰りの会前に私に言ってくれんってテストの時も言われたよ。なんで朝の会終わりに「あやさん」って「これさ帰りの会の時にさタブレット再起動絶対しなあかんね、ちょっと覚えといてくれん」って「わかりました、帰りの会前に言いますね」って「お願いね」って言ってでもそれで記憶してるあやさんはすごいね。うん、ちゃんと言ったよだから先生は信用してお願いするんやと思うよ。今もあやさん記憶できてますけど、あと数年後記憶できない可能性もあるので、やばいと思ったらメモするように。抜けすぎ。でも、最近のブームがある男子の中で、ブームって何？男子の中でなんかみんなし始めとる。何それ？そう消しゴム吹っ飛ばすんです。そう。どう思いますお姉ちゃん？いや、やっとったぞうちの時も男子。なんか暇あったらやってんって感じ。だから女の子の考え方と男の子の考え方ではやっぱ男の子の方が成長が遅いんだよね。マジか去年仮面ライダーごっこやっとったよあいつはいや、そのい中にくついやその中に混じらないようにしてください。混じらないって。はや、あなたはもう部活見学始まりましたよね。はいそろそろ入りたい部活は決まりましたか？はいさあ、はやもう何の部活に入るかちょっとシークレットですかね。あと中学校生活引き続き楽しんでください。はいまた楽しい話あったら聞かせてください。はい。多分どんどん出てくるよね、楽しい話ね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。自転車どうよ。ああ、いい感じいい感じ。最近さ、あやとはやがさ競うように家帰ってきてさ、ほぼほぼあやさんの方が早いんだよ。いやね、聞いて聞いて。あやさん脚力がすごい。友達いないの。友達いないからじゃないの。友達いたから友達おったらトントンぐらい。いや、遅いでも。でもね、本当にね、1年生大変さよ。ね、でもさ、マジ今の1年生の言いたい。そう、横一列になっとるが、このさ、自転車のさ、通り抜けてこうやってさ、いっぱいグループがある。車でもそうだよね。狭い道でさ、路中でそう、さ、こうやってさ、並べばいいのにさ、こうって。ね、そう、お前さん、いかに回避するか。ね、聞いて、お前さ、女子たちが自分の存在を忘れかけとった。はやもそうだよ。やば1位の下が上がってくる。ーお前存在感薄いんやな。やば。